8月に入ってさらに暑くなってきたね。世間は夏休みムードかな。そんな暑い夏を彩る8月発売予定のヒロアカフィギュアを紹介するよ。プライズ商品から受注生産品、一番くじ商品まで幅広く紹介。一通り紹介した後、私と茶しまるの一押しをピックアップするよ。大半のフィギュアがシリーズ化しているので、可能な限り関連アイテムも紹介していきます。茶しまる漫画アニメ情報局。まずは一番くじから紹介。8月6日土曜日発売、僕のヒーローアカデミアファイトオン。取り扱いは全国のホビーショップやドラッグストア、ミニストップなど。5月に販売されたビギンザヒーローの時と取扱店舗のラインナップが似ているね。価格は1回税込み700円。注目はヒロアカ一番くじ史上初のチョコノッコフィギュアだね。スワットコやピョンコレなどヒロアカのデフォルメフィギュアは人気だけど、今回はダビやトゥワイス、エンデバーまで可愛くデフォルメ化しているよ。 A 賞から D 賞はデクと爆豪くんの生と動を表現したフィギュア。マスタライズシリーズの大きくどっしりとした質感、黒ムチを繰り出すデクのフィギュアは初登場。4つ揃えて並べたいね。続いては8月27日土曜日発売、アミューズメント一番くじジオラマティック緑合図く。取り扱いは全国のアミューズメント施設。価格は1回税込み5000円。カラーは4種類だよ。ヒロアカのアミューズメント一番くじで特に有名なものといえば、フィギュアの造形を競う大会である BWFC で最優秀賞作品に輝いた SMSP シリーズのデクくん。ジオラマティックシリーズは9月に爆豪くん、10月に轟くんも発売予定。ジオラマティックの名の通り、台座が英字ロゴと街並みになっており、画面から飛び上がって出てきたかのような立体感が今までになくドラマティックだね。お次はプライズ商品をご紹介。注目商品が続々登場。8月18日木曜日発売、キューポスケット雷電気。ノーマルカラーとビビットカラーの2種類が登場するよ。デクくん、かっちゃん、とどろきくん、お茶子ちゃん、トガちゃん、ホークスなどがすでに発売済み。9月にはデク、爆豪くん、お茶子ちゃんの3体が再販予定だね。続いては8月26日金曜日発売、ブレイクタイムコレクションボリューム3とどろきショート。リラックスして座る姿が人気のブレイクタイムシリーズだけど、座り方はワールドヒーローズミッション堀越先生のツイッターイラストとほぼ同じだね。コンパクトな大きさのフィギュアでおしゃれな外箱も相まって人気急上昇中。同じく8月26日金曜日発売、ジービルヴィランズボリューム4信楽と村。ヴィランを立体化したイービルヴィランズシリーズ4作目。ボリューム2と比べて前のめりなポージングと絡みつく複数の手、不敵な笑みが信楽と村の底なしの闇をよく表現しているね。続いては受注生産品や店舗販売品を紹介していきます。8月10日水曜日発売、ゆらゆらヘッドとどろきショート。ホビーショップやアニメショップで販売。価格は税込み1650円。ゆらゆらと揺れる可愛いデフォルメフィギュア。制服とヒーロースーツの2パターンあり、デクくんとかっちゃんもすでに発売されてるけど、大きさも約12センチと存在感があるね。当日発売のゆらゆらヘッド相沢翔太イレイザーヘッド。こちらは個性発動前後の2パターン。発動後の赤い目がかっこいい。ゆらゆらヘッドはプライズ景品としても取り扱いがあるみたいだよ。続いては8月15日月曜日発売、僕のヒーローアカデミア帰り道のひととき。価格は1つ税込み1100円。ラインナップは全6種で、デク、爆豪くん、とどろきくん、お茶子ちゃん、飯田くん、つゆちゃん。制服姿で談話しているかのような可愛らしいフィギュアは全て集めて飾りたい。デスクトップヒーローズでおなじみのリーメントから発売。取り
扱いは全国のホビーショップなど。最後はちょっとお高めの予約推奨フィギュアをご紹介。8月発売予定、4分の1スケール、緑アイズク。ネンドロイドでおなじみのグッドスマイルカンパニーから全高約35センチテクノビッグスケールフィギュアが登場。価格は税込み33,000円。どのアングルからでも楽しめる特殊台座、足元で光るエフェクトパーツ、躍動感のあるポージングがまさに頑張れって感じのデクだ。7月にすでに同スケールの爆豪くんが発売済み。こちらも大迫力の仕上がり。続いては8月中旬発売予定、ワールドヒーローズミッション8分の1スケールフィギュア、ステルススーツバージョン、緑アイズク。大人気ステルススーツをまとったオリジン組フィギュアからまずはデクが登場。頭部と腕が差し替えパーツ付き、ところどころ輝くメタリックカラーがかっこいい。価格は税込み12,100円で東宝アニメーションストアのオンラインストア限定販売。8月発売予定のヒロアカフィギュアは以上だよ。発売日はあくまで予定なので変更の可能性があることはご了承ください。茶しまる漫画アニメ情報局。ここからは茶しまるとアキラの注目フィギュアをご紹介。まずアミューズメント一番くじのジオラマティック緑アイズク。原型紙は造形アカデミー。緑アイズクやジャンプギガの応募者全員サービスだったジャンプアウト、ヒーローズエクストラ、イズク緑やデクブラック、 SMSP 緑アイズクなど数々の名ヒロアカフィギュアを生み出してきた渡辺蓮さん。この時点でかなり期待度が高まるけれど、デクお決まりのスマッシュの大きなロゴが台座にあしらわれ、立体感、躍動感をよりアップさせているね。ジオラマティックシリーズは他にもかっちゃん、とどろきくんの発売が決まっており、集めて並べたらまるで空中戦をしているみたい。個人的な好みだけどアート FXJ バージョン2のような台座がしっかりしているフィギュアは耐震性が高そうで安心して飾れるから結構好きだな。デクの表情も映画ヒーローズライジングのギラギラとした目、逆立った髪がかっこいいね。既存のデクフィギュアではあまり見られなかった表情だからとても注目しているんだ。続いてプライズ景品からはブレイクタイムコレクションボリューム3とどろきショート。微笑みを浮かべながらリラックスムードでくつろぐとどろきくん。すでに発売されているデクと爆豪くん、来月発売予定のお茶子ちゃん、すべて集めて飾れば癒されること間違いなしだね。ブレイクタイムコレクションはデクくんが初登場した時からめっちゃ注目していたよ。リラックスした笑顔ってこれまでになかった表情だったからね。ジャンプ本誌の展開が殺伐としてきたからこういう癒し系フィギュアは本当に重宝してる。最後にちょっとお高めフィギュアから東宝アニメーション限定ワールドヒーローズミッション緑アイズくん8分の1スケールフィギュア。ステルススーツバージョンのフィギュアはすでに一番くじとプライズ両方出ているね。このフィギュアの特徴はステルススーツのカラー部分にメタリックカラーを使用していて、頭部パーツだけでなく腕の差し替えパーツもあること。一番くじよりキャラクターの表情も少し幼く大きさも少し小さめ。台座はポップアップパレードのように各自のイメージカラーの六角形台座みたいだね。まずデクくんから発売されて爆豪くん、とどろきくん、そしてロディも発売するよ。一番くじプライズのステルススーツバージョンにはロディのフィギュアはなかったから今回でロディは初のフィギュア化となるね。ワールドヒーローズミッションを完全再現できるこのシリーズはぜひ揃えたいね。茶しまる漫画アニメ情報局。今回は2022年8月発売予定のヒロアカフィギュアを紹介したよ。どれも魅力的なフィギュアばかりで全部欲しくなっちゃったよ。アキラ、すでにフィギュア棚に空きスペースなかったよね。新しいフィギュア棚も買わないとってこと？アキラ、一度落ち着こう。購入予定や気になるフィギュアがあればぜひコメント欄で教えてね。発
発売予定のヒロアカフィギュア紹介動画は今後もシリーズ化して毎月投稿する予定だよ。来月もどんなフィギュアが発売するか楽しみ。ヒロアカフィギュアの発売情報を知りたい人はチャンネル登録、高評価、どうぞよろしくお願いします。またね。